重力が顔にかかっててぶら下がった状態で皮膚が引っ張られているということになりますね。ですのでその時はもうとにかく筋肉をぐっと引き締めるのが一番なんですね。じゃあどうやったらいいかということなんですけれどもね。こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。前回の動画でですね、顔のたるみが悪化しますよという内容の動画をアップしたんですけれども、とてもそれをねたくさんの方が見てくださいまして、皆さんやっぱり顔はたるみたくないと思うんですよね。日頃の習慣、無意識にやってることが後々1年後2年後に大きな結果として現れるんですけれども、今のうちにですね、これはやったらダメだということをしっかりとご自身の中でね心に留めておいていただくと、本当に将来の顔が変わってくると思うんですね。今日はですね、前回に引き続きですね、この動作は顔がたるみやすいというのをお伝えしたいと思います。まずですね、基本的に下を向く動作は顔がたるみやすくなると思ってください。下を向く動作たくさんありますよね。例えば、掃除機をかけたりですね、お料理をする時も下向きますしね。特にその中でですね、そんなに下を向かなくても顔がたるむっていうものがありまして、それがですね、パソコン作業とスマホを見ることです。それはなぜかというとですね、パソコン自体はですね、できるだけディスプレイを下に向かなくて済むように置くと思うんですけれども、顔がこわばるんですね。頭の中でいろんなことを考えますから、その時は自分の表情に全く気を配ってない状況になります。もちろんスマートフォンの画面を見つめる時もそうですね。パソコン作業とスマホのことを言いましたけど、これからお伝えすることはですね、下を向く作業の時の顔のたるみの対策法です。まずお仕事としてですね、下を向くことが多いというのが、これですね、実際悩みの相談でその職業の方からね、顔がすごくたるんだんですけれどもという相談を受けたことがありまして、それはですね、リラクゼーション、例えばオイルでトリートメントしたりとか、ベッドに寝てらっしゃる方の体をリラクゼーション作業ですね、そういうことをねするお仕事の方、あとですね、プロとしてマッサージをされてる方、そういう方はですね、とにかくぐーっと力を加えて顔は下にグッと向けますよね。その時に顔がすごくたるみやすくなるんですね。その方にアドバイスしたことはですね、とにかく口輪筋を意識してくださいとお伝えしました。もう下を向いてることは事実ですから、重力が顔にかかっててぶら下がった状態で皮膚が引っ張られているということになりますね。ですのでその時はもうとにかく筋肉をぐっと引き締めるのが一番なんですね。緩んだ筋肉のままでブランとぶら下がるから皮膚も一緒に伸びるということになりますから、じゃあどうやったらいいかということなんですけれどもね、口輪筋をぐっと力を入れることがいいですね。やり方としてはですね、これよく言いますよね。電車の中でもちょっといい雰囲気で見ていただきたい時にはちょっと口角に力を入れるっていう話を前回もしてますけれども、どのようにするかというと、はい、口角を上に上げます。この状態で作業をしましょう。今お仕事柄の話しましたけれど、例えばご自宅でお料理をするとき、あと掃除機をかけるときで何かを書くときもそうですね、口角に意識を集中していると他のことが考えられなくなるんじゃないかと、その業務にね支障があるんじゃないかとご心配な方もいるかもしれませんけれども、これを習慣にしてしまうと無意識なんです。今ちょっと皆さん一緒にやってみましょう。ちょっといつもやりますね。笑顔の口で、口は必ず閉じたまま、はい、口角上げて、はい、ちょっとこれしばらく続けましょうね。10カウント続けましょうか。口角上げて、はい、1回緩めて、はい、もう1回10カウントいきますよ。はい、口角上げて、力をグッと入れる必要はありません。口角を上げるだけですよ。はい、口角意識しましょう。10カウントしますよ。はい、緩めて、じゃあもう1回いきましょう。グッと力を入れて10カウントしますよ。はい、口角力を入れて、はい、笑顔の口、はい、緩めてください。今3回やったんですけれども、3回目の時にはそんなに自分で口角上げてるっていう感覚なかったんじゃないですか。これはね、続けてるとですね、それがもうご自身の普通の顔になるわけですね。全然仕事に支障が出るということはないんですね。口角を上げることが普通になってたら、次上級編としてですね、もう一つありますよ。口角を上げましょう。上げて、その後上唇と下唇をグッと押し合う動きしますよ。はい、笑顔を作って、はい、グッと押し合って、これを交互にやります。
だいたいですね、時間的には5秒ぐらいかな。それを繰り返すんですね。ちょっと一緒にやってみましょうか。はい、口角上げて。この時は無理に唇にグッと力を入れるっていうイメージじゃなくていいです。ここに意識をする感じですね。口角上げて5カウントしますよ。はい、上唇して唇をグッと押し合って。はい、これを繰り返していきます。口角上げからいきますよ。この口ですね。はい、押し合って。はい、口角上げて。はい、押し合って。はい、口角上げて。はい、押し合って。はい、どうでしたか？口角を上げるだけよりもグッと押し合う動きを間に入れた方がすごく口周りが鍛えられたって感じしますよね。これのいいところはですね、口の開閉がないことですね。例えばお仕事中でも開閉に伴う口の音がありますね。そういったものが全く出ないので、リラクゼーションのお仕事とか、そのような業務中でも支障がないというところがいいところですね。もうとにかくこの口をして押し合うを交互にするだけですからね。でこれをその業務の間中ずっとしなくて大丈夫です。ただ一つ理想はですね、その業務の間中口角上げだけはしておいていただきたいんですよ。グッと押し合うのと交互にっていうのをずっと続けるというのはすごく大変なんで、口角上げはもうご自身の中でこれがもう普通の平常の顔と、それぐらいもしっかり定着させていただきたいんですね。いつも私お伝えしてますけれども、口角さえグッと意識してる習慣をつけておけば、多分5年10年単位でそれこそ大きな差がつくと思います。外に出てる時は皆さん結構意識して口角とか上げてるとかあると思うんですね。どうしても家の中にいるとですね、体全体筋肉緩めたいので、なんか顔もだらんとなっちゃうんですけども、後々のことを考えるんでしたら口角は常に上げておく方がいいです。口角をずっと上げて生活してる人の顔は一目見て分かります。定着してる方っていうのは隙がないです。顔に特に口周りが一番よくわかるんですね。これ実は本当大変なことではあります。私もいつも口角上げるっていうことは難しいなとは実は思ってるんですけれども、理想を言えば家の中でもできるだけ口角を上げてるといいんですね。でこれを続けてるとですね、家族の評判がすごく良くなると思います。まず子供たちはなんかお母さん最近すごく優しそうな雰囲気になったっていうかもしれませんし、ご主人とかパートナーの方はね、なんか最近綺麗になったねとか言ってくれるかもしれません。それぐらい口角だけに、ここに力を入れるだけでも本当に印象変わるんですね。その顔を普段の顔にしてしまえばいいわけなんですね。皆さんね、今業務中に口角上げるって言いましたけれども、ぜひ普段の生活も口角上げを意識してみてください。今ですね、下を向く作業が多い方のたるみ対策についてお伝えしましたね。復習しますね。口角上げを意識すること、まずこれが基本になります。これはできたらその作業をしている間ずっとがいいです。でパソコンはそれほど下を向かないですけれども、やはり顔がたるみやすくなります。でもその時も同じように口角上げを意識してください。そしてですね、上級編として途中で上唇と下唇をぐーっと押し合う動きを入れます。先ほど5秒ずつで練習しましたけれども、5秒とカウントするのが多分大変だと思います、お仕事中は。ですので適度に上唇と下唇をぐーっと押し合うっていう動きを入れていただいたら十分ですからね。ぜひチャレンジしてみてくださいね。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。おきゃんママでした。